けど今日かいやいや大丈夫いや脇でちょっと温めとこうかと思った。ウランチョニーのメタルです。はい。トランプ大統領の追加関税を受けて日本の株式市場も反応しています。東京証券特に自動車株が大きく値下がり。いいっていうのも。あ、ヨーロスか。お二人。今日は通算2688件目。ラジオに近い声をかけなければ話を聞くこともしません。ああ、時計始まった。時計始まると早いからね。そうだよね。美術館で考えをしたよ、俺がした。いや、それをもう一回確認しよう。確かね。こういうふうにできる。これにつけてくる。これ目安なんですね。いいじゃん。そうです。ああ、分かった分かった。ここでいいか。これやかけて。きれい大丈夫だったな。で、型も置いててください。あ、いいですか。じゃあ。何年ぐらい今職人歴何年ですか？何年だろう、もう60年ぐらい。60年ぐらいやってますね。なるほみんな一緒だからね。いくつだろ85だよ。う。70？ 85。 84だよ。85です。自分の50って考えたことなかった。あ、もう食べちゃっていい？それが商売だからね。あれ珍しいからね。珍しいからね。それでうち紹介。そうだね。こういうあれってのは今あんまりあれしない。この辺のエテナのやってるとこやるんだね。試薬こうパーティングライン取るのが俺でね、あと社長がやって磨きだって、その3人しかいなかったよし、これはこれでこいつこれだってパーティングラインがこういうすごいでしょ、こういうとこ、ここがこれ光ってるとこが全部片割れなの、でほらこの中に上がりみたいなバリがちょっとひどいとこがあるのね。
表の完成品。僕たちは西日本の鹿児島とか、今日なんかはうなぎ3トンぐらいとかなんで、1万匹以上。めちゃくちゃ重たいんです。全部うなぎ入ってますので、2つの桶で10キロなんですよね。全部入ってます。
縦場と言いまして、乳化されてきたうなぎっていうのが一旦ですね、ここで置いときます。2、3本抜き取って、泥臭さがあるのかないのかっていうのを一旦検査するんですね。試食して、もし泥臭いなっていうところであると、ここで一日中置いとくんですね。泥抜きをさせて、で次の日にまた試食検査します。3日4日置いとく時もありますね。泥臭さに敏感な人でも安心して食べられるように、この泥抜きっていう作業を徹底してやってますので。この時期は、宮崎のうなぎを使ったりとか、この時期は徳島のうなぎを使ったりとか、美味しい時期の時にそこの産地のうなぎを仕入れることができるっていうのが僕らの特徴の一つでもあるのかなと思いますね。大きいうなぎ、ちっちゃいうなぎを同じ火で焼いてしまうと焼きムラっていうのが出てしまいますので、大きさによっても火加減とか蒸し加減とかっていうのを変えていってますので、そのためにここでは分けていってます。ではあっちの方が大きい。
焼いていくために皮の方を少しだけ焼いてます。身の方を、焼くっていうのが完成ですね。タレっていうのがよく焼いていくためのタレで、2回目が色をつけていくためのタレで、3回目に照りをつけていくためのタレということで、3種類それぞれ違ったタレで焼いていきます。分かりやすいように頭なし、頭ありって分けてみます。若干こいつがいや結構多いは何と比べたら青っぽいうなぎの方が焼いた時絶対柔らかいで、茶色っぽいとか黒っぽいやつはもう一つやね。でこれなんか今日は入った時にめちゃくちゃ青っぽかったんで、うなぎ若干こっちの方が青っぽい。こ
着して半冷凍状態になってこっちの部屋に出てきますね。こういった形でロット番号も入れてるんですけども、このうなぎに何かあった場合にこのうなぎがどこの産地で誰が作ったのかっていうのが分かるように番号っていうのは全部入れていっていますので、サイズ外のうなぎ以外にも例えば開き水とかやってしまったうなぎとかも生まれ変わってこういう刻みうなぎっていう商品になっていってます。刻んだうなぎとタリを一緒に入れて湯煎するだけでね簡単に食べれますんで。
近所の居酒屋さんとかがうちにかば焼きのタレを買いに来てくれて焼き鳥を作ったりっていうお店さんもいらっしゃいますね。冷凍の商品、かば焼きもありますし、その白焼きっていうのも。今から失礼します。味の特徴としてはやっぱり使ってるタレ、うなぎ本来の味を邪魔しないようなあっさりしたタレっていうのも僕らの特徴の一つなのかなと思いますのでね、泥臭さのうなぎっていうのを徹底的になくすっていうのが、一番の特徴かなってなってまして、入荷してきたうなぎを試食検査して泥臭くないと判定するまで、立場っていうところに置いてて、でそうなって初めてかば焼きにしていきますので、川魚特有の匂いが嫌いでうなぎ食べたくないっていう方なんかには安心して召し上がっていただけるんで、そういう方にも食べていただきたいなとは思いますね。最近常温で流通できるようなうなぎっていうのを開発しましたんで、常温だと遠方に持っていけますし、でたくさん海外の人が日本にも来られてると思うんで、そういった海外の人のお土産にできるように常温のうなぎっていうのもちょうどいいかなと思いますんで、そういう方にも持って行ってもらえたらなっていうふうには思います。から終わります。ハモ一応まず絵をね、これが落ちますんで。今度持って帰ったね。型で書いて、これからここをね、折り船に持ってますんで。
て、でこういうものをこう持ってきて、弟子入った3年でね、前に入ったね。中心からカンナでこの麻酔でね使いよりますけど、3年目の初めてこれをね弟子のところに使わせてくれる。これ大体なんかでこれです。あらパタ落とすの。これで一応入れないとかね取れたいことになるんですが、で開んでこれを斜めにつく。芯材でね、もっとこっちやってやったら割れますんでね。今度小刀で今度柄のところ
から今度絵をね描いてみます。最後にこれを回してね。出来上がりましたね。これはほんだからええな。